こんにちは、いなです。今日は私が人生で初めて成功した20キロ痩せたダイエット方法をご紹介します。以前こちらの動画でもダイエットのことをお話しさせていただいたんですけど、話しきれてない部分が多かったので、今回はもっともっと詳しくお話ししたいと思います。お菓子が我慢できない、ダイエット続かないよって方のお役に立てるように、前回の動画を見てない方もこの動画だけでわかるようにお話ししていきます。ではスタート。はい、まず私の身長とマックス体重は160センチの63キロでした。その時の写真はこんな感じなんですけど、そこから20キロ痩せて43キロに落とすことに成功しました。なんですけど、43キロだと自分的にちょっとやつれてる感じがあったので、今は44とか45くらいをキープしてる感じになります。で、生理前後とか旅行とか行っちゃうと気にせず結構食べちゃうんですけど、その時は49キロとかになっちゃいます。そして痩せた期間については、全体では2、3年かけて落としたんですけど、その中で一番体重が動いた時期は4ヶ月くらいになります。私ってもうダイエットしまくりの人生だったんですよ。ダイエットでちょっと痩せてはリバウンドしてみたいな感じで。その続かなかった私が初めて成功した短期間で体重も見た目も変わるダイエット方法を早速紹介していきたいと思います。まず1つ目、食事について。私は1日1200カロリーを目安に摂取していました。なんで1200なのとか少なすぎないとかいろいろご意見あると思うんですけど、私はダイエット前の基礎代謝量が1200だったので、摂取カロリーを1200っていう数字にしてました。これは人によって違ってくるので、皆さんも1200にしたらいいよっていうわけではないです。なので無理だと感じたら絶対に真似しないでほしいです。そして私は成長期が終わっていることをお伝えしたいのと、もうあと早く痩せてスタイル良くなりたいって、もう早く早くって感じで、そんな感じだったから健康的な長期ダイエットではないです。なんですけど、もちろん私も不健康に痩せたいわけではないので、ちゃんと食事には気にかけてました。で、ここから食事内容に入っていくんですけど、食事ポイント1つ目は朝一にリンゴ酢を飲むです。これはダイエット中毎日飲み続けてました。コップ1杯の水に大さじ1杯のリンゴ酢を入れたんですけど、これの効果っていうのがむくみ改善だったりお通じが良くなる効果があるので、私は朝一に飲んでました。そして2つ目の食事ポイントはタンパク質を 60g 以上取りながら脂質を抑えるです。まずダイエット中はタンパク質絶対に気にした方がいいです。これもう本当にタンパク質を取らないで痩せると体重は減るけど筋肉が減って代謝も下がるしリバウンドしやすくなるんですよ。でもダイエットするときはもうこれだけでもいいから本当に意識してみてほしいです。で、タンパク質 60g って意外と大変なんですよ。なので私はカロリーアプリを食後につけてました。で、足りてなかったら意地でもタンパク質は取るようにしてました。そして脂質を抑える理由についてなんですけど、私は運動してカロリー消費しても脂質がカロリーとして消費されにくいみたいなので脂質を抑えることをめっちゃ気にしてました。これは人それぞれ体質なんだけど、でもダイエットする方は絶対脂質は抑えた方がいいです。これを踏まえて3つ目のポイントが肉よりも魚を食べる。魚にももちろん脂質はあるんですけど、脂質はむやみにカットするわけじゃなくて質を選ぶってことが大事になってます。そのために脂の多いお肉よりも魚を中心にしてました。なんか魚の脂質って良質の脂質で代謝も上がるんでいいんですよ。で、もしお肉を食べるなら高タンパク低脂質な鶏胸肉を食べてました。そして4つ目の食事ポイントは白米から玄米に変えてました。前にも言ったんですけど、私本当にお米愛してるし、絶対食べたいから同じ量でも太りにくい玄米に変えました。もちろんいっぱい食べ過ぎちゃったら太るし、食べるときはお茶碗1杯でもちょっと減らす感じで100から 120g にして食べてました。この4つのポイントを意識しながら食べてた1日の献立を紹介します。まず朝ごはんはリンゴ酢、オイコスヨーグルトを食べていたんですけど、ザバスのミルクプロテインだったり果物も食べていました。お昼ご飯は玄米 120g と鮭と豆腐とわかめたっぷりのお味噌汁で、これは汁は全部飲まないようにしてました。で、ここにプラスで野菜を食べていました。こんな感じの野菜たちで、もちろん鮭だけじゃ飽きるのでホッケとかサバも食べていました。で、夜ご飯は焼き芋をマストで食べていて、
プラスで納豆とか湯豆腐とかも食べてました。私夜運動することが多かったので、運動後にプロテインも飲んでました。で、献立に関してはさすがにこのメニューだけじゃ飽きちゃうので、なんか動画にして出していきたいなって思ってます。はい、もうそしてみんながダイエットの時に悩みまくるお菓子問題。私は絶対にお菓子をやめることができないんですけど、私が食べていたのは卵ボーロでした。で、これはなんか小さく個装されてるやつあるじゃないですか。あれを毎日1袋とかは絶対食べちゃってて、2袋食べちゃう時も全然ありましたが、本当に食べ過ぎは注意なので、もったいれないって時はあまり良くないかもしれないんですけど、飴とミンティアを舐めまくってました。これでも無理って時って本当あるじゃないですか。その時はこの韓国のマスカットジュースを飲んでました。こういう感じのなんか水と混ぜるやつです。これ本当に案件とかじゃなくて自腹で買ってるので、もはや案件欲しいんですけど、多分なんかフード Vlog かなんかでごくごくめっちゃ飲んでたんですけど、これ普通にマジで美味しいし、これ飲むと空腹が満たされるから我慢できない時はめちゃめちゃ飲んでました。僕お菓子がやめられませんとか、夜中の勉強でお菓子どうしても食べちゃいますっていう子本当に多いんだけど、私もね動画の編集で結構編集中にめっちゃお菓子食べたいのよ、夜中とかも。でもこれマジでいいから、確かなんかドンキとかで400円くらいで売ってたので試してみてください。前回ほんとこれ言うの忘れてたと思って、これはお菓子が我慢できない時とかじゃなくてお腹が空いた時にもめっちゃいいです。本当に爆食予防になります。でもマジでチョコ食べたすぎて気狂いそうみたいな時あるじゃないですか。そんな時は食べてて大丈夫なんですけど、チョコバイコとかチョコのこういう粒2つ3つとかだったら全然大丈夫なんですけど、本当にそこも食べ過ぎ注意なんで、そこはもう本当に我慢です。そしてダイエット中の飲み物についてなんですけど、ダイエット中は基本水でした。水は1日2リットル以上飲むようにしてって、友達とカフェに行く時とかはアイスティーのストレートとかアメリカーノしか飲まないようにしてました。ダイエット中はスタバのフラペチーノとかは絶対に飲まないようにしてたし、あともうやっぱタピオカとかも禁止にしてました。あと基本的にお酒も禁止していて、お酒の場に行ってもウーロン茶しか飲まなかったりとか、飲んだとしてもレモンサワーでした。でもさっき言ってたそのマスカットジュースは1日1杯は飲んでたし、コーヒー好きな方におすすめしたいのが、コーヒー飲むんだったらこのボラトックスボラウォーターってやつに変えてました。これは腸活だったり体脂肪を抑えるために飲んでます。これは9点で買ってます。そしてダイエット中の運動について簡潔に言うと、ウォーキングが一番良かったです。でも私は外は歩きません。本当は外でしっかり歩いた方がいいと思うんですけど、暑かったり寒かったりとか人の目を気にするのが嫌だったので、家の中でその場歩きをしてました。足踏み。その場歩きしてる時は、私はドラマとか映画とか見ながらひたすらその場でもう歩いて1時間半以上は絶対歩いてました。で、やっぱり勉強だったりお仕事だったりで運動する時間がないっていう方いると思うんですけど、私がやってるのは本当にその場でこうやってやってる足踏みだから、スキンケアしながらでもできるし、洗濯物干してる時とかもやってました。これは自己責任でちょっとお願いしたいんですけど、歯磨きしてる時もしてたし、料理こうやって煮込んで待ってる時とかも足踏みしてました。これ本当に気をつけながらやってください。そういう足を使ってない時間を有効活用すると毎日20分以上はあると思うのね。だから時間が甘くて運動できないじゃなくて、日常生活の中で足踏みを取り入れましょう。でもやるときは姿勢を意識して呼吸をめっちゃしながらやってみてください。他にやってた運動はラジオ体操をよくやってました。ラジオ体操第一をひたすらもう10回以上連続でやったりして、姿勢改善にもなるしめっちゃいいです。で、太りにくい体にするためにも筋トレもやってました。筋トレは週に 2,3 回で、私がよくやってたのはルセラフィムの筋トレの動画をやったりして、あとプロミスナインのK-POP アイドルの筋トレみたいなやつあるじゃないですか。結構有名な。それをやったりしてました。あとはヒップリフトをめちゃめちゃやってました。
筋トレは1回につき連続で30分以上やることが大事です。綺麗に痩せたいっていう方は絶対やってください。あともうこれめちゃめちゃ聞かれたんですけど、足痩せができません、どうやったら細くなりますかっていう質問なんですけど、めっちゃ気持ちわかります。私も下半身骨格ウェーブなんですよ。本当にわかる。結論から言うと、足だけ部分的に細くするのは無理だから、ダイエットと並行してやるのが一番いいんだけど、それでも足痩せしなくて悩むと思うので説明していきます。まずさっき言ったその場歩きで足をしっかり使うことが大事です。で、そうやって足を使った日は毎晩ストレッチとマッサージでむくみを流すのが本当に大事になってきます。これをやらないとその場歩き頑張っても足は細くなりにくいから大変だけどやった方が絶対いいです。私が毎日やってたストレッチ方法とマッサージ方法動画で出してほしいっていう声があったので、頑張って急いで作るのでちょっと待っててください。絶対細くなるから期待しててください。体重計には毎日乗るのって気になる方も多いと思うんですけど、私は毎日測ってました。ただここで注意してほしいのが、体重だけが分かる体重計は使わないでほしいです。筋トレしながらとか筋肉を増やしながらダイエットすると体重は増えるので、体脂肪率も分かる体重計を使ってください。でも頑張ったのに全然結果出てないとか、あんまり体重計に振り回されすぎても疲れちゃうから、やっぱり一番は見た目かな。でも私は記録として見たいから残してます。はい、最後にダイエットモチベについてなんですけど、私はなんで自分が痩せたいのかなって考えた結果、好きな服が着れないのがすごく悔しかったし、自分の容姿が嫌いで大泣きしちゃうこともあったから、それが嫌でダイエット決意したのね。だからそれぞれ痩せたい理由はあると思うんですけど、自分がなんで痩せたいのかっていうのを忘れないで我慢強い心を持つことが本当大事です。その心を持ち続けるには、着れない服買ってみて着れた時のこと考えてみたり、K-POP アイドル見てモチベ上げてたかな。ダイエット続かないって悩んでる子多いけど、まず5日間は本当に頑張ってみてほしいです。そしたらある程度胃がちっちゃくなってるから食べる量も減ってるだろうし、あとここでダイエット失敗するのはなんかお菓子食べちゃったりアイス食べちゃったりとかが多いと思うんだけど、私がダイエット失敗してた時なんか知らないけど、もうこれから一生食べれないんだお菓子とかアイスって思っちゃってたんだけど、私はね、でもそれは違うって思って、痩せてから食べれるって思って、なんかそういう気持ちがもしあったらポジティブな気持ちに変えてほしいです。ってな感じでめっちゃ話しちゃったんですけど、前の動画でも言った通り、私はこの方法が合ってたけど、それぞれね、個人差があると思うから、自分自身と相談してダイエットをしていただけたらなって思います。またみんなが見たいっていうダイエット動画あったら動画にするのでご要望お待ちしてます。はい、では最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントもお願いします。バイバーイ。